そろそろ韓国も行ってみたいな。まだ無理か今の時期は。なんかそろそろ道具とかもな調達したいな。韓国といえばここで紹介したのはプルコギ、豚キムチ。そろそろチャプチェとかどうかな。あ、これはどうもどうも。気づきませんですみません。ちょっと今独り言でボソッと出ちゃったんですけど、そろそろチャプチェなんていかがですか皆さん。コメントでもね結構ご要望も多かったですし、チャプチェ皆さんが食べられるチャプチェというと野菜とかお肉と春雨を炒めて仕上げるというチャプチェ多いと思うんですけど、あれ本場のチャプチェは実は和えるんです。和え物なんですよ。これがうまいの。お弁当に入れても最高なんですよね。今から早速作っていきますね。なんと見ていただいていいですか。高健鉄キッチン開設以来初めて牛肉を使います。震えが止まらない牛肉。もう本当に家計に優しい我が高健鉄キッチンとしては避けてきたんですけども、当然豚肉こまとか豚こまとか使っていただいても美味しいですが、牛肉やっぱ合うんですよねチャプチェと。もう本当安い特価の切り落としで全然大丈夫でございますけど、こちらに春雨もう本当にスーパーに売ってる緑豆春雨、これ使います。ピタッとするぐらいお水入れまして、これをレンジ加熱で簡単に戻ります。なんとなく袋の表示時間、袋に書いてる茹で時間と同じぐらい加熱していただいて、ちょっとこう食べて硬かったらもうちょっと加熱していただく感じで簡単にできますからやってきますね。ちょっと待ってすいません、おラップをしないと。おラップふんわり、はい、ふんわりねやっていきます。人参も皮むいてございます。斜め薄切りにして、なんとなくサイズの合うものを重ねます。細切りにしていきます。しいたけ硬いとこ切り落として軸を外し、これ薄切りにしていきます。軸も美味しいのでこれ使います。薄切りにしますよ。コマッティ根元切ってちょっと洗ってきます。コマッティ戻ってきました。これはザクザクと、これぐらいかな、ザクザクと切っていく。葉の方もザクザクとザクザクと。ごま油、やはりごま油好みでございますけどね。人参入れていきます。でポイント、フライパンを洗わずにどんどん使いたいので、味の薄いもの、塩味のものから炒めていくというのが鉄則でございます。これなぜかというと、これ牛肉に醤油ベースの味付けを、濃厚な味付けをするんですけど、先に牛肉炒めるとフライパンを洗わないといけないんですよね。フライパンを洗わずに全ての材料を調理していきたいので、塩味の薄いものから炒めていく、これを覚えていてください。はい、だいぶしんなりになってきたので、ここでしいたけも塩味で薄い味で仕上げていくので、もう人参と一緒に炒めてしまいます。ただ炒め時間は人参の方が長いので、少し時間差で炒めていきますね。要はこれはナムルを作ってるということになるんですよね。これは人参のナムル、しいたけを合わした
人参と椎茸のナムル。しっかり甘みが出てきました。しんなりになって美味しい。最初人参はちょっと苦みがあるんですけど、加熱して火が通ってくると甘みが出てきます。そうすると塩、軽く塩しまして OK。 あちちあちち春雨、これなんだっけ、ここ開けるとき気をつけてください。ほらほら見て見て見て、中見て、戻るわけですよ。ここでちょっとねお湯を切ります。軽くですね、よい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 、しっかり絞ってください。でボウルにまた戻しますよ。しっかり水気を絞る、一つポイントで、ここも実は大事なポイントなんですけど、これやっていただきたいのが、春雨にちょっとしっかりめにお塩とごま油、これを混ぜます。ほらまたツートンになってるじゃないですか。これそろそろ菜箸も買いに行こうかね。このしっかりごま油とお塩でちょっと下味をつけておくと、これが他の具と馴染むわけですよ。これ何も入れずに混ぜてしまうと、あれちょっとなんか物足りないなってなってしまうんです。ここポイント。そしてこの合わせていくんですけど、このやり方もなかなか秀逸でございます。この先ほど炒めた塩味で炒めたなんだっけ、ナムル、人参と椎茸は端の方に寄せてください。これ後でめちゃくちゃ大事になってきます。とりあえず端の方に寄せて、でちょっとまたごま油熱して、次炒めるのは小松菜です。小松ティー。なぜ小松菜かというと、やっぱシャキッとした歯ごたえもいいですし、うちの子供がやっぱ大好き、よく食べます。小松菜は食べてくれるんですよね。だからいつも常備してるので、困った時小松菜炒めたりスープに入れたりします。彩りよく仕上げますよ。少ししんなりになったら、これはお醤油でさっとお醤油で仕上げます。でこれも同じように端っこに、これがだからお醤油味とかから炒めるとフライパンを洗わないといけないんですけど、その必要がないんですよね。そしてありがたく牛肉使わせていただきます。牛が入ることによってこれがまたおかずになるわけですよ。立派な一品に。さっとほぐしながら炒めます。はい、肉の色が変わってきました。これぐらいでいいです。あんまり炒めすぎると硬くなりますので、ここでにんにくのすりおろし。これお弁当に使う場合はにんにく入れないでくださいね。生姜のすりおろし、お砂糖、甘みとコクを出します。お酒でしっとり仕上げます。やはりお醤油、醤油ベースの甘辛味。少
少しこれぐらい水分が飛んだぐらいで、最大のポイント、これチャプチェは和える料理と言いました。で炒める時は薄い塩味から炒めていって、和える時は味の濃いものから逆に和えていくというのがポイントになります。なぜかというと、この美味しい肉のタレ、美味しい肉のタレをここに一緒に入れて、先にお肉のうまみをチャプチェに吸わせます。しっかりとこれ見て、どんどん春雨が吸っていくんですよね、お肉のうまみ。そしてちょっと茶色い色になるまでしっかり混ぜます。で全部しっかり肉の味を春雨が吸ったら、このように軽やかにあえていきます。それぞれの素材を生かすためにこの順番は必ず守ってください。で最後にごま、ちょっとひねりながら、これ最高です。これが本場のチャプチェの作り方です。春雨、お野菜、お肉のこの一体感、おもてなしの、今誰も食べてません、今あなたのために作りましたよという証の添え物、好みで糸唐辛子などいかがでしょうか。本場のチャプチェ、彩りも綺麗です。おいしそう。それではいただきます。やっぱりね、あえたチャプチェは美しいんですよ。見惚れますね。からのちょっとこの春雨もしっかり汁を吸って色艶最高です。韓国はこうね、持ったらダメなんですよ。作法が国によって変わりますからね。いただきます。これなのよ。春雨、野菜がもう生きた食感のハーモニー、そして牛肉から出るうまみをしっかり春雨がキャッチして吸ってくれてます。そしてこのいろんな素材の一体感を楽しめるというのが最高なんですよね。これ野菜も食べれる。そして牛肉の味付けのニンニクを抜くと、これからの時期にお弁当にもぜひ入れてください。そしてこの韓国家庭料理シリーズすごく好評いただいてますので、やっぱり高くなってきたからそろそろ辛い料理行きたいかな。ちょっとパンチの効いた、なんだろう、タッカルビとかヤンニョムチキンとか、まあいろいろありますから、ちょっと季節に合ったパンチの効いた汗かきたいですね。ピリッとした料理もどんどん紹介していきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。そして高評価&チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。